皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。地上波のニュース報道では、ウクライナ情勢細かな点についてはほとんど取り上げてくれなくなりました。しかし、国連常任理事国が核兵器で脅しつつ、他国の領土を併合しようという動き、これを軽んじてはいけないと思っています。ぜひともこのチャンネルでウクライナ情勢についての情報を更新していってください。まず全体の戦況について、陸上戦闘における流れはほとんど変化はありません。ロシア領クルスク州における戦いでは、ウクライナ軍が防衛線に徹し、ロシア軍による本国領の奪還を阻止しています。一方、東部戦線においては、ロシア軍の攻勢が引き続き行われ、じわりと前進している箇所も見られます。一方、南部戦線においては、ロシア軍による民間人殺害が継続的に行われていることが報告されています。これは、現在南部戦線においては、前線地域における戦闘それ自体は下火なのですが、一方において、ドローンを用いた前線より後ろにある一般市民の住居エリアへの攻撃が繰り返されています。特に、南部ヘルソン州ドニプロ川を挟んでのロシア軍の活動では、飛来したドローンが一般市民に対する爆発物の投下を繰り返した上に、さらにその映像を公開するといったことを行って、一般市民殺害をあたかも誇らしいかのように多くの人に見せようとしています。ロシア軍にとっては一般市民を無差別に攻撃することが戦争犯罪だという感覚が非常識なのかもしれません。そして前線地域を越えた攻撃としての遠距離攻撃。こちらの方ではウクライナ軍が連日のように攻撃を成功させています。クリミア半島フェオドシアの石油タンクへの攻撃、こちらの方は炎上を始めて4日目。現在でもなお、ロシアの消防隊は炎を抑えることができていません。今回炎に包まれている石油貯蔵タンク、この施設と同規模のものは、クリミア半島にはセバストポリにしかありません。そのため、今回の火災に伴って燃料の大きな受け止める場所がなくなってしまったがため、配給網にかなりの支障が出ているようです。一般的に大きな施設には大量の燃料類が貯蔵され、そこから大量に消費する艦船への補給や、もしくはそれぞれの小分けしていくための燃料の集積地中央ポイントとしての存在価値があります。クリミア半島その半分が今回失われたわけなので、物流網に対する圧力がかかることとなり、現場には混乱が広がっているそうです。次に、クルスク州のその北側、ロシアブリャンスク州にあるカラチェフの弾薬庫に対する攻撃。攻撃それ自体は成功したようなのですが、残念ながら破壊された弾薬庫のチェックに使えるような映像などは公開されていませんでした。ただ、ウクライナ側の情報公開としては、この施設に集められていたのはどうやら北朝鮮製の弾薬類などで、物資の運び入れがかなり頻繁に行われていたそうです。ロシア軍のここ最近の動きとしては、北朝鮮製の弾薬が前線へと配給されることも増えることにより、現在の東部戦線における攻勢などの下支えになっているようです。ですからこうした弾薬の集積庫を破壊することによってロシア軍の作戦活動に妨害を加えることができます。また今日公開された攻撃成功の報道の中では新たに2つの標的への攻撃が成功したようです。まず最初にオクチャブリスキーにあるロシア軍の弾薬庫に対する攻撃。現地からの映像がこちら。かなり大きな爆発が連続的に起こっています。住民たちは爆発に伴う騒動によって周辺地域1000人程度の避難命令が出ているようです。そして今回の攻撃によって破壊されているものは大型のドローン、シャヘドだと言われています。最大で400機が集められていたということです。ただしこれは倉庫の容量として最大400機が収められるような規模の施設だったという意味か、実際に400機が施設に今まさにあるところを攻撃できたかというそちらの方の意味か、どちらかはちょっとわかりません。ただ、どちらにしてもこの爆発の様子からそれなりの数の兵器が蓄えられていたことは間違いありません。さらに、オクチャベリスキーの南、ハンスカヤ飛行場に対する攻撃も成功しました。左の写真がハンスカヤ飛行場、周囲には農地が広がっているようなところで、住民からの映像といったものは少し遠目からの撮影となるでしょう。そしてこの赤く塗られている部分ですが、これは NASA の捉えた火災検知の報告です。そしてこの赤く塗られている部分、何もなかった状態の時が右側の衛星写真。飛行場に付属する燃料タンクや航空機用の弾薬類などを収める施設が立ち並んでいます。そしてこちらが
ハンスカヤ飛行場の最寄りの地区からの映像。爆発がどんどんと起きているといったわけではないでしょうが、爆発したからこそ非常に大きな黒煙が立ち上っています。この飛行場にはスホイ34、スホイ35、また軍用ヘリコプターなども配備されていたということなので、燃料や弾薬だけではなく、こうした航空戦力に対する打撃を与えることができたかどうかといったところが気にかかるところです。こちらも続報を期待しましょう。このように地上戦闘における戦いと遠距離における戦いといったものが同時に起こっているこの状況の中、現在ウクライナのゼレンスキー大統領はヨーロッパ各国の首脳との会談を行っています。しかし、本来であればゼレンスキー大統領はドイツで行われるウクライナ支援国際協議のラムシュタイン会合の予定を入れているはずでした。しかし、アメリカで大型のハリケーンミルトンが発生し、これが史上最大級のところまで発達したことから、バイデン大統領がヨーロッパ訪問を中止、そのためラムシュタイン会合は延期となりました。そういったこともあって、ゼレンスキー大統領はイギリスのスターマー首相との会談を行っています。なお、今回のラムシュタイン会合の延期に伴って、ゼレンスキー大統領はイギリスだけではなく、フランス、ドイツ、イタリア、その他にもヨーロッパ各国の首脳と会談を行い、ウクライナ支援のための協議を行うそうです。この映像ではイギリス首相官邸の中に2人の首脳が入っていくわけですが、入れ替わりで猫が出てきました。ちなみにこの猫はイギリス首相官邸のネズミ捕獲長と呼ばれるような猫で、イギリスでもかなり知名度の高い猫です。それにしてもちょっと外に出たのでこのままにしていいのかなというのはちょっと突っ込みたいところです。さて、首脳会談を行ったのはイギリスの首相だったわけですが、フランスからはウクライナ支援のための具体的な話が出ています。フランス軍事省ミラージュ2000、ウクライナ引き渡しの時期を明言。改良するから少し待ってね。フランス軍仕様の第一戦機を提供へ。フランスのルコルニュ軍事大臣は、ミラージュ2000戦闘機をウクライナへ引き渡す時期は2025年の第一四半期1月から3月になると明らかにしました。左の写真がミラージュ2000です。説明によると、同機をウクライナに引き渡す前に、開発生産元の脱走車で空対地戦闘能力の強化や電子戦防御用の新システムの搭載などが施されるといいます。供与されるのは、改良型のミラージュ 2005F と呼ばれるタイプで、機数は不明です。なお、フランス空軍のミラージュ2005保有機数は2024年現在26機であり、これらは将来的に別の戦闘機ラファールへと置き換えられる予定のため、この更新によって余剰化した機体がウクライナに向かうようです。ミラージュ2000の初飛行は1978年3月10日のため、すでに50年近く飛び続けていることになります。ただ、段階的に性能向上が図られており、AASM ハンマー、ロケットモーター付き滑空爆弾、スカルプ EG 巡航ミサイル、エグゾセ空対艦ミサイルなど、フランス製の各種誘導弾を運用できるため、その点では F16 などにはない強みと言えるでしょう。ちなみに、今回ウクライナ支援の国際会合、ラムシュタイン会合が延期となった理由、アメリカでのハリケーンについて、地球が作り得る最大のハリケーンが間もなくフロリダ上陸。避難しなければ死ぬレベル。フロリダ州タンパの住民はメキシコ湾で発生した100年に一度の大型ハリケーンミルトンの襲来に備えて多くが避難している。当局は避難しなければ死ぬと思えと最大級の警告を発している。こういったニュースがあったがため、バイデン大統領はヨーロッパに行くことを取りやめたのです。ただし、この台風、アメリカでの強さを決める基準に照らすと、5段階中最強、カテゴリー5に一時は評価がされる状態となったため、本当にこのまま上陸すれば凄まじい被害が想定されました。しかし、上陸までの間に勢力がより、上陸時はカテゴリー3、そのまま勢いが衰えていき、陸地から離れていくようです。最悪の事態は回避されましたが、強風被害、大雨被害、広域停電300万戸など、広い範囲に被害が及びました。9月27日ヘリーン230人以上死亡の被害といった大きな被害が起こった後だけに、アメリカにおいては自然災害に対する関心が集まっています。ウクライナ軍の遠距離攻撃は戦略資源や弾薬庫、兵士の訓練場や軍施設などに対する攻撃を行っており、これは非常に理にかなった行動です。ですから、このような攻撃を繰り返し行い続けることが重要でしょう。一方において、だからといってまだロシア軍の攻勢が止まるわけではありません。なぜならば、生産工場に対する攻撃といったものはなかなかできていないからです。
例えば砲弾の集まっている弾薬庫を破壊することができても、砲弾を製造する工場などに対する攻撃はできていません。この点に関しては軍事専門家の中には、ウクライナ軍の攻撃できる範囲にそうした生産施設がないといったことが見逃してはならないポイントだとしています。また、ここ最近では、そもそも距離的にはちょっと攻撃ができないような北朝鮮が、今まさにロシアとしての軍需工場としての働きを始めており、新たな標的として、例えばスパイを送り込んで、鉄道路線を破壊するといったことも今後は行わなければ、なかなかこの物資輸送を止めるのは難しいかもしれません。ただそうした生産拠点を潰すといったことがなかなかできなかったとしても、少なくとも弾薬庫や軍施設を破壊し続けることによって、前線での物流網を麻痺させる効果は期待できるので、この攻撃をやめるわけにはいかないでしょう。そしてフランスからの戦闘機供与については、本当にフランスはやる気があるのかなとちょっと疑っている面もあったのですが、今回具体的なスケジュールが出てきました。フランスにおいてパイロットの訓練なども順調に進んでいるといった話も出ていましたから、どうやらこのスケジュールはある程度守られるようです。F16 戦闘機のパイロット訓練なども進んでいますから、そちらとの兼ね合いもありつつ、徐々にウクライナ空軍力の整備が進んでいくことでしょう。一方において、今回最後にご紹介したようなアメリカの動きといったものは、実は直接関係のないようで関係する出来事だと言えます。一体何が関係するかといえば、今アメリカは大統領選挙に向けて相手方に対する批判の応酬といったものが発生しています。今回のようなハリケーン被害による対応を一歩間違えれば、それだけで非常に多くの人たちの信頼を失うかもしれませんし、逆に言えば災害対応をしっかりとすれば、そのことが評価されるかもしれません。特に災害対応というのは誰かの主義主張とは関係のなく、多くの人たちに不幸をまき散らすものです。その災害対応にどのように向き合っていくか、そしてそこでどのような世論が生まれるかといったことは、大統領選挙に与える影響も発生し得るものです。ただ今回は史上最強かもと呼ばれるようなハリケーンについては、上陸時点においてはある程度勢力が弱っていたこともあり、大統領選挙に与える影響は最小限に抑えられていたのかもしれません。ただし、たとえ被害が想定よりも低めで済んだからといっても、共和党・民主党の対立の構図はより深まっていると言えます。というのも、このような災害対応といった時は、本来であれば党派性を超えて国民の団結を訴えて、災害からの復旧に向けて一致団結を促すような場面です。しかし今回は共和党側のトランプ氏は、災害対応のための予算を民主党政権では移民対策に全部持っていってしまっているといった形で、ファクトチェックが入るとそんなことは全然ありませんよといったことを批判の材料にしていたり、一方において民主党政権側の方は現地の知事との連絡うまくいかないようなこともあって、その点について批判の声も上がっています。また大きな構図としては自然災害の増大といったものがあるのですが、トランプ氏は気候変動そのものを否定しがちであり、一方の民主党側は気候変動対策としての環境保護政策といったものを打ち出しています。この点について言っても、このような大型のハリケーンが発生するのはもっと環境対策を進めるべきだとする民主党側の意見と、いやいや自然の出来事なんだから台風がでかかろうと小さかろうとそんなものは関係のないとする主張を繰り返すトランプ氏。この点についてもアメリカの国民がどう評価するかといったところは大統領選挙に少し影響を与えるかもしれません。何にしても現在のところアメリカ大統領選挙は決定的にどちらかの方がものすごく差をつけたといった話は全くないような状態です。いわゆる接戦州と呼ばれる州で最後の最後まで票が確定するまでは勝敗の行方は誰にもわからないかもしれないと言われているほどです。アメリカの大統領が誰になるかというのはウクライナ支援の行方を大きく左右するものです。それだけにアメリカでどのようなハプニングが起きるか、そしてそれがどちらの候補者にとって有利不利になるかといったものはちょっと気をつけながら見ておく必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見て情報更新や整理整頓に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたりスーパーチャットで応援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。